はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。チャンネル登録がですね、まだの方は最初に登録しておいていただくと他の動画も見やすいかなと思いますので、お願いいたします。で、今日はですね、前回の、続きというか、前回もちょっと離乳食、保管食のお話をさせていただいたんですけども、今回もその流れでですね、ちょっと離乳食、保管食のお話をしていこうと思います。で、この保管食講座、発酵食を取り入れた保管食講座っていうのが、私が最も力を入れているところなので、ぜひですね、聞いていただきたいなと思います。で、講座自体はですね、この動画のタイトル欄タップしていただきますと詳細見ることができますので、気になる方はチェックしてみてください。で、今日はですね、離乳食の時期に注意した方がいいことですね。これについてお話をしていこうと思います。ということで、まずこれですよね。果汁についてですね。これは最近はどの離乳食本とか、あと産院さんとかでも言われていることだと思うので、結構ですね、もう浸透してきていて、特に改めて注意するようなことでもないかもしれないんですけれども、やっぱりですね、まだ年配の方ですね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかがお家にいる方で、おばあちゃんがよくそういう離乳食の時はこうした方がいいよっていうふうにアドバイスをされるような場合ですね、そういった場合にやっぱりまだ昔の情報で果汁を与えるといいよっていうふうにもしかしたら言われる方もいるかもしれないので、そういった意見があったらそれは今は違うですよということをですね言っていただきたいというところです。で、なんで果汁はダメなのかっていうとですね、ここですね、甘みへの指向性が強まってしまって将来太りやすくなる、こういうことがあるんですね。この母乳っていうのはもちろん糖が含まれています。乳糖っていう糖が含まれているんですけれども、その母乳に含まれる糖に対して果汁のこの、果物に含まれる糖ですね、この果糖っていうのが非常に甘みが強いんです。めちゃくちゃ甘みが強いので、雲泥の差ぐらい違うんですね。なので食べ物をまだ食べてない状態、赤ちゃんがですねお母さんのおっぱいとかミルクとかしか飲んでないっていう状態のところで最初に食べ物、固形物とかをですね与える前に最初にこの果汁を与えてしまうと、これものすごく甘いわけなんですね。なので、その甘みっていうのをガッて脳に植え付けられて、で通常人間って甘みに対する指向性が強いものなんですけれども、それが顕著になる、強くなってしまうということが起きやすいんですね。なので、もちろんですね、その甘い果汁というものすごく甘いものを口にすることで、その後に食べるものをなかなか口にしてくれないっていうこともありますし、それ以上に注意が必要なのがその甘みの指向性が強まってしまうということで、それが強まることによってなんと将来太りやすくなるって、これすごく怖いですよね。ってことになってしまうので、この幼児期に果汁を与えてしまったがために将来太ってしまう、それは非常にかわいそうなことなので、ぜひですね、そういった点を踏まえていただいて、離乳食を始める前ですね、その乳児期、幼児期というのに幼児期はいいんですけども、この離乳食期ですねに果汁を与えるのはやめていただきたいというところがまず一つ目ですね。はい。で、続いてですね、これですね、ベビーフードはたまにするっていうところです。ベビーフードって最近すごく充実していて、もうパッて開ければすぐにスプーンですくって食べさせられるって非常に便利なものがいっぱいあるんですけれども、やっぱり、言ってもそのベビー用に作られていると言ってもやっぱり加工食品は加工食品なので、本来のですね栄養素だったりとか、本来の素材の味っていうのをなかなか感じにくいっていうのがあると思います。で、
なので、なるべくですねベビーフードは控えて、芋とかですね米とかそういう食材そのままのものを、まずは食べさせてあげるってことが重要なんですけども、なぜかというとですねこちらのこの刷り込み現象というものですね、人間っていうのはですねその食べ物の思考に対して刷り込み現象っていうのが、あるんですね。その食べ物を昔から食べていたら、それが美味しいと感じるみたいな、そういったことなんですけれども、具体的にはですね乳幼児期に日常的に食べていた食事っていうのが、大人になっても、好きな味ということになるというわけなんですね。なので乳幼児期まさにこの離乳食が始まって間もないような食べ物の味をいろいろ覚えていく時期ですよね。覚えていく時期にベビーフードばかり食べてしまっていたら、その加工食品の味っていうのに慣れちゃうんですね。そうすると大人になってもインスタント食品とか加工食品とかそういったものばかりを好むようになってしまうということがあるんですね。慣れ親しんだ食事がこれっていうことになってしまうので、その点でですね非常に注意が必要ということになります。便利なのでお出かけする時とかはですねやっぱり特に夏場なんかは手作りのベビーフード、手作りの離乳食ですね。普段は手作りの離乳食を食べさせていたとしても、ちょっと夏場のお出かけの時とかは腐敗が心配だったりとか、あとはちょっと食べさせるのが大変だったりとか時間がなかったりとか、いろんな理由でですねたまに外食の時とかはベビーフードを用意していくというのもありだとは思うんですけども、そういった感じでたまに使う便利なものというふうな認識にしておいていただいて、通常の食事毎日の家庭での食事には、こういったベビーフードはなるべく使わないようにした方がいいということですね。はい。そしてですね続いてこの人間が美味しいと感じる要素ですね。美味しさの要素なんですけども、いろんな要素があります。なんですけども、重要なものをですね3つこちらに挙げております。どういったことでどういった要素で人間っていうのは美味しいと感じるのかというところなんですけども、まずはこの生理的欲求に合うものですよね。食べたいって思っているものです。食べたいって思っているものっていうのはイコール体にとって必要なものっていうこともありますので、生理的欲求に合うものですね。そして2つ目が生まれ育った国や地域の食文化に合うものです。やはりこの生まれ育った地域によって食べ物っていろいろ変わってきますよね。なのでそれにやはり合っているものの方が、美味しいと感じる傾向が人間っていうのはあるということですね。もちろん外国の食事日本人からしたら中華料理が美味しかったりとかイタリア料理フランス料理が美味しかったりってことはもちろんあるんですけども、根本的にはやっぱり日本で生まれ育った方は和食が好きという、ことがあるということですね。はい、そして3つ目が、脳の報酬系を刺激する食べ物です。これがですねやっぱりすごく重要なところになってくるわけなんですけれども、人間がこの好きな、ブドウ糖、糖ですよね。ブドウ糖とか、あとは油油脂類ですね。油脂類、あとはこのだしなんかに含まれているアミノ酸、うまみですよね。うまみであるアミノ酸、こういったものが脳の報酬系を刺激するものです。なのでブドウ糖がたくさん含まれているようなもの、炭水化物とかあと甘いものとかもそうなんですけども、そういったものとか、あとは油分、油分がいっぱいあるものですね。脂っこいもの、油で揚げてあるものとか、あとはこの旨味が多いもの、そういったものを食べると人間っていうのは、脳の報酬系が刺激されて美味しいというふうに感じるわけなんですね。はい。でですね、このアミノ酸、だしに含まれている旨味であるアミノ酸というのは、その国とか地域によってその含まれるアミノ酸の種類がバランスが違ってくるわけなんですね。種類自体も違うし、その含まれているバランスが、異なってきます。
例えばその和食だったら、このだしといえば昆布と鰹節のだしっていうのが定番ですよね。なんですけども外国に行くと、なんかブイヨンとかコンソメとか、そういった形になってきて、そのもともとの素材からして違ってきます。日本のこの和食のだしであれば、昆布と鰹節っていうのが一般的なんですけれども、外国になるとトマトを、元にしていたりとか、あとはキノコ類ですね。トマトとかキノコっていうのは非常に旨味が多いので、そういったものから抽出していたりとか、あとは野菜ですよね。野菜とか肉の汁、そういったものから旨味を抽出しているのが、西洋料理なので、全然違いますよね。といったところでやはりですね、その国とか地域によってだしに含まれるアミノ酸のバランスとか種類というのは変わってくるということになります。で、この脳の報酬系を刺激するもののうちのこのブドウ糖油、アミノ酸って3種類あるんですけれども、これがですね、最もちょっとこの大なり記号書いたんですけど、ここに、最も脳の報酬系を刺激する、最も指向性が高いもの、指向性を強めるものですね。というのは何かっていうと、やっぱりブドウ糖なわけなんですね。糖が一番指向性を強めます。で、続いて油で、最後にこのアミノ酸のうまみという順番になります。なので、これを考えるとですね、大体この辺わかると思うんですけど、基本的に甘くて脂っこいものってみんな好きですよね。なのでそういったことになるんですが、そういったものをですね、この利乳期に与えてしまうとどうなるかというところです。もちろん全部味を覚えていかなければいけないし、必要な栄養素が含まれているので、離乳期に徐々に与えていかなければいけないんですけども、もしですね、離乳期の最初の時期とかにブドウ糖とか油のこの油脂の辺ですね、脂っこいものとかをいっぱい与えてしまったりとか、そればっかり与えてしまうと、どうなるかというとですね、このアミノ酸のうまみ、これを感じる暇もないまま、こっちの指向性、糖とか油の指向性が強まっちゃうんですよね。こっちが強いので、こっちも与えていたとしても、このブドウ糖とか油の指向性の方が強いので、こっちばっかり大好きっていう味覚になっていってしまうということなんです。そうすると何が起こるかっていうと、やっぱりですね、その国とか地域、生まれ育った、国の食文化、そういったものに慣れ親しむ、暇もないまま、甘いものとか脂っこいものがただ単にそういったものが大好きみたいな、っていう風な、味覚が形成されていってしまうというのは、非常にそれは残念なことですよね。日本人がやっぱり、持っているうまみの感覚っていうのは非常に独特なもので、大切にしていきたい、遺伝としてもですね、ありますけれども、やっぱりそういったのを育んでいきたい、ということもありますので、このブドウ糖とか油を先に指向性を強めてしまわずに、まずこちらのアミノ酸、だしのうまみっていうのを最初に味合わせてあげて、でそのだしのうまみっていうのをしっかりですね、脳に刻むことができるようにしてあげるっていうのが、離乳食の時期に最も重要なことになるんですね。なんでいろんな注意点とか、離乳食期に気をつけなければいけないこと、重要なこと、これはやってほしいこととかあるんですけれども、その中でも最も重要なのがこの昆布だしなわけなんですね。やっぱりカツオも必要なんですけども、特にカツオはなくても昆布だしだけでも十分美味しいだしが取れますので、まずはこの昆布に含まれるうまみですね、アミノ酸、そういったものの味を、赤ちゃんに教えてあげると、それが非常に重要となってくるわけなんです。実際ですね、それはもう生まれながらに、日本人は特にですね、生まれながらに赤ちゃんの段階でもですね、昆布だしのうまみっていうのは理解できたりするわけなんですね。なので、最初にこの昆布だしで炊いた、おかゆとかそういったものを与えると、すごく美味しそうに赤ちゃんが食べるってことが、あります。実際この昆布だし、きちんと美味しい昆布だしをひいた、おかゆ
それで作ったお粥と全くその出汁をですね使わずに、作ったお粥、と比べて食べさせてですね比べてみるともう食いつきが全然違ったりするわけなんですね。なので最初から昆布だしの旨味っていうのを赤ちゃんの時点で理解しているし、でそれを与えてあげて常にその味を覚えさせてあげることで、そういったアイデンティティが育っていくということがありますので、ぜひですね、こういったブドウと油、そういった栄養素も必要なんですけども、まずは美味しい昆布だし、これをひいていただいてそれを離乳食に取り入れていく、昆布だし使えばもう何でも美味しくなるので、芋を煮ただけでもいいです。じゃがいもを昆布だしで煮ただけでもそれだけでもすごく美味しくなるので、そういったですね素朴な素材を使ってそこに昆布だしを加えていくと、それが離乳食の成功の秘訣といっても過言ではないです。なので、今日はですねそういった離乳食の注意点、最終的にはこの昆布だしっていうのが非常に大切になってきますよ。将来の味覚形成にも、非常に影響が強いものであるということをお話ししてきました。はい、ということで、今回は以上となります。今回の動画が気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。でやっぱりその離乳食についての詳しいお話を、している講座がありますので、もう今から離乳食始めるとか、今妊娠中の、女性とか、今まさに離乳食始めている時とか、あとはそういったお母さんにも見ていただきたいですし、それ以外にもですねやっぱり昔のおばあちゃんとかですね、おばあちゃんとかおじいちゃんとか、自分が子育てしてきた時、自分が赤ちゃんを育ててきた時の常識と今の常識っていうのは違っている部分もあったりするので、ぜひですねお孫さんをお持ちの、おばあちゃんですねにも見ていただきたい動画になっていますので、そちらの動画がですねタイトル欄タップしていただきますと詳細見ることできますので、ぜひそちらの方ですね見ていただきたいなと思います。ということで今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。